あ、来た。来た。なんかすごくないですか？ここだけここめっちゃ集まりますよね。え、小6でその買った時の喜びを味わえるのが、まあハマったっていうか、まあ大体一人3号とか3号挫折っていうんですか、今の親方になるって聞いて、もう本当に嬉しいというか、また頑張れるっていう風に気持ちがありました。まあ現役でいる限り上に目指し続ける。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかしっかりこう、はい、着替えて今からなんかどっか行かれるんですか？まあとりあえずついてきてください。いいですか、連れてきちゃって。はい、楽しみですね。はい、お願いします。内容は行ってからのあ、お楽しみで。わかりました。はい、じゃあちょっとついていかせていただきます。はい。いやもうだいぶはい来ましたが、はい、どこまで行くんですか？まあついてきてください。はあ、疲れた。見えてきました。部屋の近くの公園です。公園ですね、確かに。はい、実はですね、はい。自分ちょっと釣りが趣味でして、釣り、はい、この公園に釣りができる場所がありまして、はい、今から釣りをしたいと思います。あ、今日は釣りに来たんですね。はい、ここにそうです。結構広そうなね公園ですけども、はい、魚が好きなんでね。広いな。なんか好きな魚とかいるんですか？じゃあ。そうですね、好きな魚、まあ食べるってなったらはい。マグロ。マグロ。はい、マグロですね。さすがにマグロは釣ったことないですよね。ないですないです。そうですよね。じゃあ今まででなんかこれ、はい、こんなでっかいの釣ったみたいなのあります？そうですね、海行って釣りしたことあるんですけど、名前なんだったっけな。結構デカめの魚を釣ったことがあります。もうこんぐらいの。結構でかいですね。はい、それはもう食べたんですか？じゃはい、持ち帰って。あさばくのもお手の物。はい、ここの公園ははい、初めてですか？来たのは。そうですね、なんか調べて釣りできる場所ないかなって調べたんですけど、はい、部屋の近くにこの公園にあるとはい、書いてあったんで来てみました。あ、多分見えてきましたね。あ、もう何人かいらっしゃいますけど、ここが釣りスポットです。大竹部屋チャンネル。はい、来ました。ここはなんか冬場の情報によると、もう一匹釣ったら奇跡みたいなって言われてるほどの釣り場スポットですね。じゃあ冬はなかなか釣れないってことですか？そうです。なんで一匹でも釣れるように頑張ります。ちなみに何が釣れるんですか？ここは。
ここは船ですね。船が釣れますね。いやいや、もう半分でもちょっと触ったらね、ちょっと触ったら引っ掛けなあかん。引っ掛けなあかんねんで。食いついてくれへんで。ああ、そういうことね。あれしとるから、警戒しとってな。警戒心が強いけど、あんまり学校の人が強い。あ、来た。来た。ちょっと大丈夫かさん、すぐ釣ったじゃないですか。釣れちゃった。釣れちゃった。写真撮る。ちょっとえ？釣りましたね。釣っちゃったっす。釣れたらラッキーなところを釣っちゃったっす。釣ったとこ撮ってるんですか？もちろん。釣っちゃったよ。釣れるかどうかわからないって言ったのに、はいむしろ釣れたらラッキーって言ってたじゃないですか。はい。なんか即釣れちゃいましたね。釣っちゃったっす。びっくりです、自分でも。あ、まだある。釣りはいつから始めたんですか？釣りはそうですね、最初はなんか親にその釣りをしに海に行ったんですよ。はいはい。そこからが始まりで、まあ、その時は一匹も釣れずに終わったんですけど、でそうですね、高校が海、まあ、水産高校行ったんですけど、その時に釣りをまあ頻繁じゃないですけどちょくちょくやってて、まあできる時に行くみたいなね。なんか大深海さんとかなんかめっちゃ多くないですか？なんかあるんですかね、すごい寄ってきてますよね。はい、結構いい匂いするんですよ。何ですか？餌もう草団子みたいな。草団子の匂いですね。これははい、よもぎみたいな香りしますね。なんか恐ろしい数集まってきましたね。このなんかすごくないですか？ここだけここめっちゃ集まりますよね。
ちょっと惜しかったですねそうですね。今。大師会さんはい。出身どちらでしたっけ？自分新潟県です。新潟県はい。のどちらですか？自分新潟県の新潟市うんうん。です。で生まれたと。はい。何年にですか2000年4月25日新潟市にいて大震災はい。生まれました。爆誕。爆誕。グラム数は分かりません。ご両親はどういう方なんですか？そうですね。お母さんがフィリピン人の母で、まあお父さんはですね、これは悲しい話になっちまうんですけど、はい。自分が高校の時にまあ天国に、はい、行かれまして、今は母だけです。で上に姉2人がいます。お姉さんは何されてるんですか？10歳上の姉なんですけど、1人はそれが長女さんです。長女さん、はい。今新潟方に住んでて、まあ主婦ですかね、やってますね。次女のお姉さんは？次女の方は今鹿児島の方に住んでます。仕事はちょっと分かんないです。小さい頃はよくみんなでこう遊んでたりとかしたんですか？そうですね、まあ遊んでたのもありますけど、まあ喧嘩じゃないですけど、まあ一方的に僕がやられてたっていう。大師会さんが負けてたんですか？はい。ちなみにその小さい頃は体の大きさで言ったらどうだったんですか？いやもう僕全然ちっちゃいです。はい。中学校、いや小6ぐらいから体が大きくなり始めて。じゃあ小学校の頃は身長で言ったらどのくらいだったんですか？身長、そうですね、身長体重で言う身長が、まあ、170ぐらい。と。小学校ですよ。6年生ですよね。はいはい。小6で170ぐらいあったんですか？まああるかないかじゃないですか。多分そんぐらいあったです。で体重が、まあそんな体重はなかったな。75ぐらい。いやでも相当すごくないですか？小学校6年生でその体格って。ちなみに今いくつでしたっけ？身長ですか？はい。今177。体重は？140キロ。じゃあもうほぼ小学校で完成してるんですよね。そうです。それなんか何か食べてたらとかあるんですか？そうですね。やっぱ、まあ、肉もそうですけど、はい。魚、寿司寿寿司ばっか食ってて、へ気づいたら大きくなってて、で親に、まあお父さんに中学校になる時に相撲やれって言われて、お父さん相撲好きだったんあ、自らこう興味持ったというよりかは。で、はい、全然相撲なんて興味なかったです。自分なんで相撲やれって言われた時は嫌がりましたけど気づいたら回し閉めてましそれなんでだったんですか？最初やっぱこう嫌だったわけじゃないですか。た。はい。でも結局その自分でやろうって決めてそうですね。始めたわけですよね。なんかスポーツしたいなとは思ってたんで、で自分結構体でかかったんで走るのきついし他
他にないかなと思って、やっぱ相撲それまで何かこうスポーツやってたとかはないんですか？ないです。全然やってないです。じゃあもう小学校の時とかは別に特にスポーツやらずに、もうただ体のでかい大新海さんが誕生したってことですか？1日だけ小学校のバスケはいはい体験したことあるんですけど、走るじゃないですか最初、はい。あれでギブきつくて、 10分間走るみたいなやつ。はい、体力はなかったってことですか？そうですね、どっちかっていうと長距離嫌いで、うん短距離が速かったです自分は足より。なるほど。はい、ちなみにその親御さんがすごい体の大きい方だったとかっていうことはないんですか？いや全然。全然。はいお父さんもお母さんも。はい、中学校何年生の時にそのお父さんから相撲やれって言われたんですか？もう入ってすぐで、なんかその道場とかに入ったってことですか？新潟市の体育館に相撲教室がありまして、はい。まあいやいやそこに入ったんですけど、で実際稽古、回し締めで稽古したんですけど、相手に勝つじゃないですか相撲取って、はい、それのなんか快感というか勝負に勝つことのね。はい、ああこんなにもあれなんだなって楽しいんだなって、稽古はきついですけど大事な時に勝って、その勝った時の喜びを味わえるのが、ハマったっていうか、はい、それで相撲を続けてきました。なるほど。やっぱりその中学校その道場の中でも体は大きかったんですか？なんかいろんな人たちがいたんで、高校生とか。はいはい。なんで最初はそんなに大きくなかったですけど、中3ぐらいになったら結構大きくで、中3でちなみにはい、体のサイズはどのぐらいになったんですか？中3で、だいたい体重100キロ近く、はい。身長は身長174とか。本当に完成形ですね。はい。来た。来た。はい。本当だ。よいしょ。はい。はい。まさかの2匹目。1匹取れたらすごいって言われていたはずなのに2匹目釣っちゃいました。リリースしてあげてください。さよなら。釣っちゃいました2匹。いっちゃいましたね。僕にかかればこんなもん余裕ですよ。多分このままいると多分魚全部釣り切っちゃうと思うんで、そうですね。返してるとはいえリリースしてるとはいえ、はい。全ての魚を多分大師会さんが釣ることになってしまうので、はい。一回場所でも移動してさっきの話の続きはい。聞かせていただいてもいいですか？わかりました。ありがとうございます。はい。大竹部屋チャンネル。じゃあちょっとはい。移動してきたわけですけども、はい。同じ公園の中でですね、はい。そろそろやっぱお腹空いたんじゃないですか？そうですね。何やら買ってましたよね。はい。ちょっと来る前にちょっと
弁当買いました。いいですね。はい公園でお弁当。はい。結構その自然を感じながら食べる弁当が好きなんで、今から食っていきたいと思います。食べながら話聞かせてください。はい。のり弁ですか？そうです。のり弁です。では、いただきます。晴れてたらもっと最高でしたね。そうですね。まあ晴れてたらよかったんですけど、曇り空の下で弁当食ってます。目の前にはこういうね、これは湖ですか？湖ではないですか？うん、池？池です。はい、池ですね。やっぱ外で食べる弁当がレベルアップしますね、うまさが。ミラはい、一段とうまくなってます。その本題に入る前にちょっと余談なんですけど、はい。大新海さん太鼓の達人がめちゃくちゃうまいっていうはい話じゃないですか。はい。それはなんかいつからやり始めたんですか？まあ小学校5年生の時に、まあその時友達が太鼓の達人うまくて、で試しにゲーセンの太鼓の達人やってみたところ、ドハマりしちゃって。初めからできたわけではないですよね。そうです、もちろんですよ。もうで友達がうまかったんで、それに負けじと練習しまくってたらめちゃくちゃうまくなっちゃって、友達よりうまくなっちゃいました。はい、まあその友達辞めちゃったんですけど、太鼓の達人うまくなりすぎて自分が、もういいやと、はい、才能の壁を感じてやめたみたいなことですね。そうっす。なんでちょっと気まずいというか、やめさせてしまったと。はい、引退に追い込んだってことですね。そんな感じです。もともとゲームとか音ゲーとかが好きだったんですか？いや、もう太鼓の達人とかそういう音楽ゲームをやったことなくて、はい。どっちかというとまあ定番のマリオとかしかやったことなかったんで、はい、太鼓の達人やり始めた時に、まあ上手くなった時に、こんな才能あるんだ俺みたいな、気づいリズム感があるんだみいたいな、やそこからハマり出しました。草刈りが始まっちゃいましたね。始まっちゃいましまあこれもね、公園ならではのた。はい。草刈りですね。
やはり本題はまた後ほど聞かせていただくということで、はい、ご飯食べちゃってください。はい、すいません。じゃあちょっと先ほどの話の続きをお伺いしたいんですけど、はい、中学で相撲の道場はい、に入ったということで、はい、当時は強かったとかってあるんですか？やっぱいや、体も大きかったしみたい最初体大きいからな。はい勝てるんだろうなと思ってたんですけど、はい。相撲っていうのはもう本当に体関係なかったです。もう細い人に負けてばっかりで、そこから悔しさっていうかがあって強くなろうと決心つきました。最初はこういやいやだった相撲もはい、気づいたらハマっていてというか。まあハマってったっていうか、稽古やるときは本当に嫌だったんですけど、まあそこをなんていうんですか、苦しいことを乗り越えてっていうか、いつの間にか強くなってるっていうのを実感できるっていうところが結構相撲のいいところ。ちなみにどういう稽古をされるんですか、その道場では？もう普通ですよ。四股踏んで相撲を取ったりしてトレーニングとかだったりして、週2回あったんで、その教室道場がその時に行って稽古してきました。なんか大会とかあるんですか、中学校は？ありますね。なんか夏に近づくにつれてなんか市内大会みたいな、新潟市だけの中学校とか、全国中学校予選、県大会とかあったんで、どうでした？もう全然勝てませんでした。でもそこでへこたれずにってことですよね。そうです。なんていうんですかね、このまま何もせずに挫折とかしてしまったらくだらない人間に育つんだろうなと思って、自分でなんでこのまま諦めずに頑張ってきましたね。その後高校上がる時に新潟県の強豪校に誘いいただいて、そこに入学しました。お誘いいただいたってことは、中学校3年生時点ではある程度その力をつけてたみたいなことなんですかね。なんか自分のその体の大きさとか相撲を見て、相撲部の先生が僕に目を向けてくれたというか。なんていう高校に入ったんですか？新潟県立海洋高等学校っていう高校に入学しました。いや、あれですね、相撲の強豪校。はい。それあれですよね、横綱大野里関の母校でもありますよね。そうですね、同級生です。同級生なんですか？はい、同じクラスでした。なるほど、はい、じゃあ横綱とも一緒にこう稽古とかもしてきたってことはいですね。そこは水産業の高校で、主にそうですね、魚とか海にまつわることを勉強する高校です。魚好きもそこから始まったみたいな感じなんですかね。そうですね、それもあります。最初入った時は、稽古もそうなんですけど、食べることも大事なんで、本当に高校1年生の時は食事に関して本当に苦労しました。もう本当に今まで食べてこなかったんで、
それほどいっぱいなんで本当にきつかったです。1日どのくらいの量食べてたんですか？そうですね、まあ、大体そのご飯を大盛りもう結構盛るんですけど、はい、おかわりする時にですね、その監督の奥さんが持ってくれるんですけど、まあ大体1人3合とか。3合1人3合はい、一食でですか？そうです。朝は軽めで昼は弁当なんですけど、は夜結構食わされます。すごい。でもそれがもう最低みたいなはい、で、持ってくれと、はい、体を大きくするために。そうです。量ですもんね。寮になったんで自分入る時結構ホームシックで、はい、入って数ヶ月はちょっと毎日ちょっと泣いてたんですけどかわいいですね毎日泣いてたんですか？はい、帰りたくて。夜な夜な隠れて泣いてたんですけど、まあ、気づいたらその相撲部員の人、まあ、部員仲間たちとも過ごすのも楽しくなってきて、ホームシックはいつの間にか消えてて、稽古とかの方はどうだったんですか？そうですね、もう自分弱かったんで中学生と相撲取らされて。中高一貫なんですね。そうですね、中高一貫です。その時はどうだったんですか？まあ負けの方が多かったですけど、ちょくちょく勝ってたりする時もありましまあそこもじゃあそこでも腐らずにた。はい、稽古に励んで、そうですね。ね。高校2年生は高校2年生の時はまあそこから入って10キロ近く増えて体重がで普通に高校生と相撲を取ってます、取ってましたね。横綱とも一緒に稽古して、はい、もちろん相撲も取ってってことですよね。取ってたんですけど全く歯が立たないですね。高校時代一回も勝っててないですね。高校3年生はその時キャプテンはもう小野里関でそうですね、入学した時よりもその時は30キロぐらい増えて、で稽古の方もレギュラー陣と稽古したりしてますね。してました。相撲の面で、はい、じゃあ強くなったきっかけみたいなのってどこですか？気持ちですか。気持ち。なんていうんですかね、まあ、本当にトレーニングとか、毎日稽古してきたんで、食とかいろいろな面で頑張ってきたおかげで強くなったんじゃないかなって思います。まあ、入賞とかはなかったんですけど、自分で結構強くなったなっていうの実感がありました。そこでね、もちろんその相撲人生を終わるっていう選択肢ももちろんあったわけじゃないですか。はい、でもそれでもやっぱこう大相撲の世界に入ってるその理由は何だったんですか？3年生の時のそうです3年生でそう進路迷ってて、就職するか大学行くかで、まあその時に迷ってたら先代師匠前の大竹親方、今の熊方の親方ですね。熊方親方が海洋高校に来てくださいまして、で稽古を見てくださいまして、その時に僕に目をつけてくれて呼ばれたんですけど、部屋来ないかって言われて、まあ、体験入門みたいな感じで2回ぐらい行ったんですよ。でその時に実際に体験してみて、大相撲のその空気みたいな感じがやっぱ高校とは全然違くて、やっぱこういうところで稽古したらもっと強くなるんだろうなって思って入門を決意しました。
大竹部に入ってみてどうでした？もう部屋の雰囲気とか兄弟子優しかったんで、結構もう厳しかったんで、結構入ってよかったなって思ってます。大竹部に入ってからははい。いかがですか？入って3場所ぐらいで3段目に上がったんですけど、そこからまた苦労して5年ぐらい3段目で定着してて、でその時になんか自分の中でなんていうんですかね、挫折っていうんですか、があったんですけど、ここでやめたらダメだなって思って、そこからまた一から頑張ろうっていう気持ちで稽古してたら、5年目にして幕下に上がりました。どんな気持ちでした？そうですね、決めた時は本当に嬉しかったんですけど、ここで満足しちゃいけない、幕下上がっても勝ち越す気でいないとダメみたいな、そういうふうに感じまし現熊方の親方に、た。はいスカウトされてはい現大竹親方に変わったわけじゃないですか。はい。その時に気持ちとかなんかどう思いました？そうですね、自分が入った時に、その大相撲に入門した時に、教習所のその教官先生親方が今の大竹親方で、そこからもう結構声かけていただいてもらってたんで、場所中でもで部屋変わるってなって、誰が親方になるんだろうなって思ってた時に今の親方になるって聞いて、もう本当に嬉しいというか、また頑張れるっていう風に気持ちがありました。親方が変わり師匠が変わり、はい改めて自分に引き締まったというか、はい、そういう感じだったってことですね。そうです。じゃあ最後にはい、力士人生における目標とかってあったりしますか？そうですね、現役でいる限り上に目指し続ける、焦らずちょびちょび力つけてって番付を上げて、十両関取になれるように頑張ります。これからも応援してます。ありがとうございます。頑張ってください。